皆さんごきげんよう、上川カールです。今回取り上げる話題は、エネルギー資源大国であるロシア。そのロシアの国家財政に打撃を与え、少しでも戦争遂行の力を弱めようとして、欧米が制裁をかけています。ロシア側はこうした制裁を何とか回避しようとして、様々な抜け穴を使っているわけですが、一部では制裁の効果はある、いやいや制裁の効果はないと、それぞれ意見を戦わせているところです。今回の動画ではその中の一つ、確実に成果が現れているであろう天然ガスの輸出に関する話題を一つお届けします。欧米の制裁の効果といった面もあるのですが、もう一つ注目したいのは、制裁を行っていないインドがロシアとの関係上優位に立ち、それによって制裁はかけてはいないんだけれども、ロシアにとっては制裁同様の打撃を与えられている話を取り上げておこうと思います。それではロシア最大のガス会社の赤字転落のニュースから見ていきましょう。ロシア政府系ガスプロム24年ぶりに赤字転落。ウクライナ侵攻でヨーロッパ向け輸出急減。ロシア政府系天然ガス企業ガスプロムが2日に発表した2023年12月期決算は、最終損益が約1兆500億円の赤字に転落した。前の期は約2兆円の黒字だった。ガスプロムが最終赤字を計上したのは1999年12月期以来24年ぶり。22年に開始したウクライナ侵攻に伴うヨーロッパ向け天然ガス輸出急減が原因とみられる。歳入の4割程度を石油・天然ガス収入に依存するロシアの財政に影響を与えそうだ。侵攻後、天然ガスをヨーロッパに送る海底パイプラインノルドストリームで爆発が起き、ガス輸出が停止。ヨーロッパ各国が原油やガスの脱ロシア依存を打ち出し、ウクライナ領内のパイプラインを通じた輸出も急減した。パイプラインを通じたロシアの天然ガス輸出は2023年に約 30% 減少。平均価格も約 60% 下がったという。ガスプロムが赤字に転落したものの、まだまだこれまでの蓄えもあることから追加制裁が検討されています。EU がロシア産 LNG 制裁検討。第三国向け積み替えを禁止。ロイター通信などは、ウクライナに侵攻したロシアに対する EU の新たな制裁として、ロシア産液化天然ガス LNG の EU 域内港での第三国向けの積み替えを禁じることを検討していると報じた。ロシアが LNG から得る収入の削減が狙いだ。EU などが設定したロシア産原油の価格上限を超えた取引を確実に阻止するため、上限を回避して原油を輸送する船舶が域内港を使うことの禁止も検討している。EU は政党やシンクタンクがロシアから収益を得ることを禁止し、イズベスチャなどのメディアを制裁対象に加えることも目指している。ここまではヨーロッパとロシアとの関係において制裁の影響もあって赤字転落したといった話だったわけですが、制裁に加わっていない国インドとの間ではエネルギー資源の貿易は非常に活発です。ところがそこにロシアにとっては大きな落とし穴があります。ロシア、石油目的でインドに滞留している数十億ルピーに別れを告げる。インド国内に滞留している石油の買い付け金、数十億ルピーの運命をめぐるインドとの交渉は1年以上続いたが、クレムリンにとっては大失敗に終わった。モスクワが求めた選択肢はどれも実現しなかった。そしてロシア企業が得たはずの資金はインドに残ることが決定されたと地元の専門家の話として報じた。数十億ドルに上ると推定されるルピー収入の滞りはインド経済に投資されると専門家は述べた。ロスバンクやガスプロムバンクなどインド通貨で口座を開設しているロシアの銀行はルピーを有価証券や大規模投資プロジェクトに投資することが認められている。ロシア銀行界のロイター情報筋によると、昨年8月の時点で行き詰まり額は約6.1 兆円に達し、これはロシア経済の年間輸出収入のほぼ10分の1に相当する。ロシア当局は金額は大幅に少なかったと主張したが、具体的な数字は明らかにしなかった。ロシア連邦中央銀行の副総裁は、昨年9月、ロシアの輸出業者の口座のルピー残高は輸出量に比べて取るに足らないと述べた。欧米による制裁なのですが、何もロシア国民を飢えさせようといったような目的ではなく、侵略を続けるのであれば、そのデメリットとして制裁を受け、これまでのような利益を
得ることはできなくなるぞということをロシアに思い知らせるといったことが目的となっています。だからこそ少しずつ悪影響が及んで今回のような赤字転落といったことになったわけです。基本的にエネルギー資源国にとって世界各国が欲しがる石油や天然ガスといったものは掘れば掘っただけ売ることができますから、このような赤字転落することは普通はありえないものです。しかしヨーロッパがこれまでは大量に購入しお金を払い続けてきたので黒字経営が当たり前だったわけですが、制裁の影響によって問題解決をすることができないから赤字へと陥ったというわけです。ただこれはパイプラインを通じて天然ガスを売っていた、そこからの転換が難しかったという事情があります。液化天然ガスというのはそれ専用の船なども必要ですから、パイプラインを通じてどんどんと送り続けるといった販売方式とは、天然ガスを届ける方法というものが全く異なっています。一気に液化天然ガスへと移り変えるためにはどうしても船も調達しなければなりませんし、その船に積み込むための港の設備などもどんどんと整備していかなければなりません。そのような設備投資や船の手配など様々な要因が重なってロシアのガス会社としては今苦しい状態なわけです。そして今回最後に取り上げた記事なのですが、インドの措置というものはロシアにとっては非常に手痛いものとなるでしょう。なぜならばロシアにとっては販売した先でお金を得るといったことが基本的には自国へと返ってくれば良いわけですが、インドは石油を購入する時のその決済としてルーブルではなくインドのルピーを求め、それを実施しました。そしてインド国外へとそのお金が流れ出ないようにインド国内で消費することをロシア側に求め、それをまさに今決定づけたようなのです。ロシア企業としては物を売っているわけで、その代金なども確かに発生しているのですが、インド国内限定の使用先しかないというのであれば、これはなかなか美味しい話としてはちょっと言えないでしょう。インドとしてはロシアからエネルギー資源をそもそも安く購入し、しかもそれの決済を自国通貨ルピーで行い、しかもそのお金をインド国内で消費させることによって国益に叶えようとしているわけです。これどのくらいすごい話かといえば、例えば日本がサウジアラビアとの契約において決済をドルなどではなく日本円で行い、日本国内でそのお金を使わないといけないよというような話をすれば、いくらサウジアラビアから石油を買ったとしてもその購入資金が海外へと流出することなく日本で流通することになるわけです。こんな話は少なくとも日本とサウジアラビアの間で成立しないでしょう。今回のような話が成立するのはあくまでも現在のロシアの政治的な立場、外交上の立場といったものが明らかに低下し、インドの方が圧倒的な優位性を持って交渉を行える、そのような国際情勢下だからこその話でしょう。なおこれはあくまでも制裁ではありません。しかしインドは自国の利益を最大化するためそのようなことを行っているというわけです。自国にとっては安いエネルギー資源をロシアから輸入し、なおかつその購入代金をインド経済のために使えとロシア企業に強いているわけですから、海外からインドも制裁に加わると圧力を加えられたところで、このような措置をしているんだから多めに見てよとちょっとした言い訳もできるでしょう。ただここまでの話としてはロシアにとっては辛いような話ばかりだったわけですが、じゃあロシアがやられっぱなしかといえばそうではないことも言っておかなければなりません。というのも天然ガスの場合であれば先ほども述べたように専用の船などもちょっと特殊なもので、これまではロシアはそうした船などを大量に保有してはいませんでした。一方でロシアのエネルギー資源は天然ガスだけではありません。石油なども非常にたくさん取れる国です。そして石油の場合であればタンカーが世界中にたくさんありますから、そのような船を使うことによって輸出ができているわけです。そのためガスの方では制裁がかなり効いているようなのですが、石油に関しては価格制限などの規制を乗り越える形で販売数量を伸ばすことで全体としての石油収入は伸びているという話があります。これは中国やインドが買い付けているだけではなく、その他制裁に加わっていない国々も安く買えるのであればロシアから買うこともいいじゃないかと選択している国が結構あるようなのです。なおこのような石油の流通に関してはロシアから直接的に相手国へと販売するわけではなく、途中様々な国を経由することによって販売国を変えているという話があります。制裁が直接被らないようにするための工夫がいくつも重ねられることによってコストは確かにかかっているんだけれども、それを上回る形での数量を稼いでいるというわけです。
そしてロシアにはもう一つのエネルギー資源があります。それがウランです。石油や天然ガスに比べると数量全体としては少ないものですが、それでもロシアにとっては貴重な収入源の一つとなっています。このため国際的な協調として欧米系の方でのウラン鉱山の開発などに投資を行い、なんとかロシア産ウランからの脱却を図ろうという動きがあります。例えばカナダやオーストラリアでのウラン鉱山開発などが進めば、ロシア産からの脱却を図れるかもしれません。これは石油や天然ガス、ウランどれにおいてもそうなのですが、ロシアが資源大国としてある程度のシェアを取っているというのであれば、欧米は制裁をかけるだけではなく、ロシア以外での開発などにもお金を投資し、供給を増やす努力を行うべきでしょう。最近では岸田首相が南米にも外遊を行いましたが、南米のガイアナ、もしくはブラジルの沖合などでは石油や天然ガスの開発余地がまだまだあると言われています。またウランで言えばカナダやオーストラリアなども同様ですし、日本においてもメタンハイドレードの開発はどうなったのかと気がかりですが、あまり進展したという話は聞きません。エネルギー資源を持っている国はどうしてもある程度の優位性を持ってしまうので、そのような優位性を潰すためにも、日本はもっと他の国もしくは日本国内のエネルギー資源開発にも人と予算をつけてほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。ロシアに対する制裁によってガス事業については赤字を込むことができたようです。しかしまだまだ石油やウランなどその他のエネルギー資源でロシアは利益を上げており、このお金を使って戦時経済を回しています。このような形でロシアが戦争を続ける以上、脳を突きつけるためには基本的には資金源を断つために他の地域での開発を促進する、直接的にはウクライナへの軍事支援を行うといったことなどを日本ももっと考えるべきでしょう。あなたは今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと情報の更新に役立ったなと思う方はスーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。